こんにちは。こんにちは。私たちは2021年の4月から373日、約1年間かけて日本一周をした夫婦です。はい。現在は北海道に移住して拠点を構えながらアウトドアを楽しんでいます。はい。今回はそんな私たちが車中泊をお勧めしない理由についてお話しさせていただきます。はい。と言っても、車中泊はやらない方がいいですよとかそういうことを言いたいわけじゃないです。まずはなんでこの動画を撮ろうと思ったかについてご説明します。はい。私たち普段から YouTube で車中泊の動画を上げてるんですけど、それを見た視聴者さんから憧れますとかな、車中泊始めてみたいですだったりとか、実際にそれで日本一周始めてみますという方も結構いらっしゃって、車中泊にいいイメージを持たれている方がすごく多いなというふうに思ってます。でもこの動画では見えにくい部分で、車中泊のデメリットというか、辛い部分だったりとか、大変だった部分っていうのも結構あって、それを知らずに安易に車中泊を始めてしまう人が増えてほしくないなというのが一つ理由にあります。はい。実際動画では、例えば僕たちが楽しく車中泊をしている様子とかを基本的には上げてるので、楽しそうやなとか、やってみたいなと思う方が多いと思うんですけど、僕たち自身は、YouTube 上げてるんですけど、その動画の中で、車中泊した方がいいですよとか、おすすめですよっていうのはあんまり言ってなくて、それはさっきあかりが言ったように、いろんなデメリットとか、辛い部分もあるので、あえて動画上ではおすすめしていませんでした。はい。なので今回は、車中泊のデメリットというか、その本音の部分を中心にお話しさせていただきたいと思います。はい。実体験を踏まえてお話しするので、これから車中泊してみたいなという方だったりとか、どういう点が辛いのかっていうのが、よくわからないという方の参考になれば嬉しいなと思います。はい。なので僕たちがそのおすすめしないという趣旨としては、全員が全員におすすめできるものではないですよということをお伝えしたいです。はい。では、そのおすすめしない理由として、車中泊旅のデメリットっていうところを、今回は6点挙げさせていただきます。はい。じゃあ早速1つ目。はい。1つ目は、狭い、立てないというところです。はい。これはもうなんとなく想像できるかなと思うんですけど、車内で動くとか生活する中で、どうしてもやっぱこの狭さが辛くなってきます。はい。もちろんキャンピングカーとか、大きな車に乗れば、立って移動できたりするんですけど、基本的にはこの軽自動車含めて、例えばハイエースとかでも、横幅は広くても、高さがそんなになくて、立てないケースっていうのが多いと思います。はい。なので、何をするにも、かがんだ姿勢で動いたりとか、着替えだったりとか、そういうのもちょっと大変な部分が多いです。だから、腰痛持ちの人とか結構厳しいなと思うし、体が痛くなったりとか、することもあるかなと思います。はい。基本的にはこんな感じで座って生活するので、時々外に出て立ったりとか、そういうことをした方がいいかなとは思います。運動不足にもなりやすいしな。私たちのこの軽バンでハイルーフなんですけど、それでも座ってギリギリぐらい。そうそうそう。なので車選びっていうのも結構大事になってくるのかなと思います。はい。それでは2つ目。はい。寒い暑いです。はい。ちょっと温度管理が大変だなというところです。はい。これももちろんそのヒーターとかクーラーとかつけてる車もあると思うんですけど、それでもやっぱり温度管理は難しいのかなと思ってます。普通の車はキャンピングカーとかじゃない乗用車とかでやるってなったら、なかなかそのスポットクーラーとか、FF ヒーターっていうエンジン切ってても使えるヒーターがあるんですけど、そういうのはなかなか積んでないんで、温度管理っていうのはすごい難しいかなと思います。はい。これも慣れてないと体調を崩す原因にもなると思うし、あとは暑かったり寒かったりしたら、エンジンかけながら寝たらいいんじゃないかとか、過ごしたらいいんじゃないかと思うんですけど、基本的に車中泊するときって、アイドリングは禁止で、ちょっとマナー違反というか、そうやな。もうエンジンはやっぱ切るのがルールになってます。はい。とはいえ時々僕たちも車中泊してるときに、周りの車でエンジンかけっぱなしの車とかも時々見かけたんですけど、基本的には禁止。結構音もうるさいし。そうやな。周りでも他に車中泊してる人とかいるかもしれないし、キャンプ場とか他の人の迷惑になったりすることもあるので、基本的にはアイドリングは禁止です。なので、このエンジン切った状態で暑い状況とか寒い状況に対応しないといけません。で、特にこれはやってみて分かったことなんですけど、暑い方が大変です。そうやな。なんとなくイメージ雪の中とかでやって寒い方が辛いとか大変なんじゃないかなと思われる方多いかもしれないんですけど、実は暑い方が大変です。寒い場合は結構対策しやすくて、毛布を多めに持って行ったりだとか、着込んだりとか、
いろいろ対策があるんですけど、もう暑いのはどうしようもない。はい。まあ、対策としては、やっぱりこう窓を開けたりとか、できるだけ涼しい場所に行くとか、そういう対策はできるんですけど、まあ裸で寝るわけにもいかへんし。まあやっぱ外やからな、いつ誰がこう見られるかわからないんで、脱ぐのにもな、限界があるし。であと窓を開けるにも夏とかだとやっぱ蚊が入ってきたりとか、まあ網戸とかすればいいんですけど、そういう問題もあったり、まあドアもなかなか公共の場所でこう開けっぱなしにして寝るっていうのも防犯面でも心配やし、まあそういうところで結構暑いっていうのがなかなか大変です。はい。まあだから僕たちとしては結論、こう暑い時はもう車中泊しない方がいいというのがまあ結論として思ってることです。やっぱり無理してな熱中症とかなるリスクもあるし、それだったらもうホテルに泊まるとか、そういう選択肢をした方がいいのかなとは思います。はい。日本一周中も僕たちは夏北海道に行ったんですけど、まあ、涼しいだろうと思って行ったんですけど、まあ、暑い日はやっぱ暑くて、北海道でも普通に30度超える日もあるし、なかなか寝れない寝苦しい夜があったりして、結構夏は苦労しました。はい。3つ目のデメリットは、トイレとかお風呂がないというところです。はい。まあ、これも当たり前なんですけど、車の中にはトイレとかお風呂ありません。はい。まあ、キャンピングカーであればそういうトイレとかお風呂シャワーみたいなのついてる車もあるんですけど、まあ、それはそれで排水の問題、水をどこに捨てるかとかそういう問題も出てきます。水をどこから確保するかとかな、そういう問題もセットでついてくると思います。はい。まあ、家と違ってな、トイレ行きたくなってもすぐ行かれへんし、一回外に出ないといけないんで結構大変です。でお風呂もこの24時間いつでも入れるわけじゃなくて、その入浴施設が空いてる時間だったりとか、まあ、その車中泊する場所の近くになかったりしてな、こう探さないといけないということもあるので、結構この問題は大変かなと思います。はい。あと水回りで言うと、洗い物とかな、そういうのもできないんで、その度にやっぱり外に出ないといけないというのは結構大変やし、煩わしいところです。はい。だから車中泊ではこの水道の確保というか、水の確保が結構大変かなと思います。はい。次4つ目。はい。ゴミ問題です。はい。これはよくなコメントとか質問でも多く聞かれた問題です。ゴミどうしてるんですかっていう問題ですね。まあこの短期間の車中泊旅とかやったら、もう家に持って帰るっていうことができると思うんですけど、まあ、長期で車中泊の旅に出る場合とかは、やっぱりこのゴミ問題っていうのがどうしてもあるかなと思います。はい。で、私たちの場合で言うと、まあ、時々キャンプ、まあ週1とか2週間に1回とかキャンプしてたので、そういう有料施設で捨てさせていただいてたり、あとはガソリンスタンド、ガソリン入れた時にゴミを捨てたりしてました。はい。まあ、道の駅とかにもゴミ箱ってあるんですけど、まあ、みんながそこにこう大量のゴミを捨ててしまうと、やっぱり問題になると思います。私たちも実際こう、車中泊旅してた時に道の駅で捨てさせてもらうこともあったんですけど、まあ、その時はできるだけこう小さくこまめに捨てるようにしてたのと、あと絶対こう道の駅で朝ごはんだったりとか、買い物するように心がけていました。とはいえ時々こう道の駅でもうゴミ箱が溢れ返るようなゴミが捨てられてたり、まあ、おそらくその車中泊の方が捨てたゴミだと思うんですけど、もう入ってないぐらいのな。そうそう、ゴミ箱からもううわーって溢れ出してるような状況とか、まあ、特に夜、昼はその道の駅が空いててこうスタッフさんとかいるからしてないと思うんですけど、夜にこう道の駅が閉まってる時間にそういうことがあったりすると、やっぱりゴミ箱の撤去にもつながるし、実際に車中泊自体が禁止になってしまうっていうこともあると思うので、まあ、自分で自分たちの首を絞めてるというか、車中泊する場所が減ってしまう原因になるんじゃないかなとは思ってます。はい。まあ、なので、まあ、家に持って帰れる人はまあできるだけ家に持って帰るのがベストだと思います。はい。まあ、ただ僕たちは本当に長期で旅してたので、まあそういう有料施設で捨てたりとか、まあ、スーパーでもゴミが出ないように極力もう小分けになってるやつとかはそこで開けていらないゴミは捨てさせてもらってという、まあゴミをちっちゃくする工夫はしていました。はい。まあゴミ処理にも実際お金とかかかってるわけなので、まあこういうのも一人一人のマナーが大切かなとは思います。はい。じゃあ5つ目、雨の日が大変ということです。はい。これは僕たちも雨の日の車中泊の動画とか出させていただいてるんですけど、まあさっき言ったトイレとか行くのも大変やし、で車中泊するってなるとこう準備、寝る体勢を整えるためにこういろんな準備するんですけど、それも雨降ってたらなかなか外に出てやりづらいし、まあ、僕たちの場合はこう車内でこう、頑張ってこう前から後ろに来て動きながらやったりしてたんですけど、そういう雨の日とか、まあ、雪はまあそんなにないんですけど、そういう時がめちゃくちゃ大変です。はい。まあ、傘とかカッパとかこう濡れたものを置く場所っていうのもなかったりするし、何かと大変です。まあでも車中泊旅してたら
突然雨が降ってきたりとか、そういうこともあると思うから。これは避けては通られへんな。そうやな。どうしようもないんですけど、なかなか大変です。はい。僕たちの場合はこの軽バンの、後ろのバックドアがこう上に開くタイプだったので、出入りするときは雨の日は後ろから出入りしてました。ちょっとスライドドアだと開けたときに水がな、どうしても入ってくるんで、後ろのドアをこう中から開けれるように改造してたので、そこから出入りしていました。はい。でもこれも大雨の日とか、台風とか雷とか、いろいろ天候が崩れる時ってあると思うので、そういう時は本当に無理しないで、ホテルとか泊まるのがいいんじゃないかなと私たちは思います。はい。一番最後、車中泊の場所選びです。はい。車中泊できる場所っていうと、RV パークとか、キャンプ場っていうのはもう正式に認められてるところもあるんですけど、道の駅っていうのはちょっとグレーゾーンなとこもあんねんな。そう。基本的にはこう宿泊目的の車中泊、寝泊まりっていうのを禁止してるところが多いです。ただこれも難しくて、どこまでが宿泊目的かっていうのはなかなかこう線引きできないところだと思うんですけど、基本的にはこの移動中の立ち寄りで仮眠、それが認められてる施設になってます。だからずっと車を止めっぱなしにするとか、一日中その道の駅でこう車上生活するとか、そういうのは基本的にはあかんな。あかん。実際私たちも日本一周する中で、この人多分道の駅に住んでるんやろうなみたいな人を見かけることも実際はありました。とはいえ僕たちもこう旅してる中で、どうしてもこう道の駅がすごい便利なとこにあるからよく利用させていただいてたんですけど、基本的には夕方とか夜に着いてもう朝出ていくという感じで、お昼普通にお客さん来たりするから、その方々の迷惑にならないように、朝出ていくということを心がけていました。本当はその RV パークとか、そのキャンプ場で車中泊できる場所とか探せればいいんですけど、なかなかその場所によってはこうルートの中に入ってなかったりとか、そうなってくるとやっぱ道の駅が車中泊するとこにすごい便利なのでよく利用させていただいたんですけど、やっぱりそういうマナーとかルールを守りながらやるっていうことが大事だと思います。やっぱり中にはこう全ての人がマナーを守ってるわけじゃなくて、こうオーニングタープみたいな車のオーニングを出してたりとか、もう車外に椅子を出して調理してる方とかもいらっしゃって、そういうことをするとゴミ問題と一緒なんですけど、やっぱり道の駅でも車中泊禁止ってなってしまうので、やっぱりこれも借りてる場所ではあるので、こうそういう自覚を持ってお借りしてるんだという自覚を持って使うことが大切かなと思っています。車中泊禁止の道の駅って時々あるんですけど、おそらくそういうのってこうゴミが溢れて問題になったとか、こう駐車場に椅子とか出してなんかもうキャンプみたいなことをする方が多くて、車中泊禁止ってなってしまったと思うんですけど、一人一人がこうマナーとかルールを守ってれば道の駅側もそんな車中泊禁止にしないと思うし、みんなでこう使っていける施設になったと思うんで、そういうところは皆さんで僕たちも含めてなんですけど気をつけていきたいと思います。以上6つが車中泊のデメリットです。であとこの6つの中には入れなかったんですけど、僕たちの場合だと、他にもちょっとデメリットというか問題があって、それは家問題。僕たちはこの旅に出るにあたって、長期で旅に出るのでもう家を引き払いました。完全にもう家がない状態で車に住んでいました。でもそうなってくると住民票だったりとか、郵便物っていうのがどうするかっていう問題が出てきます。日本に住んでいる以上住民票はどこかには置かないといけないんで、住民税も払わないといけないし、そうなってくると、家がない状態っていうのはダメなんでどっかしらに置かないといけない。で僕たちはもう親にお願いして実家に住民票を置かせていただいてました。だから郵便物とかも実家に届くようになってました。だからそういう税金の払い込み書とか、大切な書類っていうのは都度親に今いる場所に送ってもらったりしてました。誰かの協力なしではちょっと成し得ない生活だったかなと思ってます。もちろん家ありながら車中泊旅する人とかはそういうのは問題にならないんですけど、本当に長期で日本一周とかしようと思って家引き払うってなると、そういう問題も出てくるので、そこは注意しておいた方がいいな。車中泊旅って結構自分たちで完結しないというか、誰かの力を借りたりとか、道の駅もそうなんですけど、公共の施設を貸してもらってやることがどうしても多いと思うので、そういう謙虚な気持ちというか、のは持っていた方がいいなと思ってます。でも今デメリットをこう言ったんですけど、もちろん車中泊旅にはメリットもあって、効率よく移動できるであったり、そもそも全然お金がかからない旅ができます。やっぱホテルとかに比べるとRV パークとか利用したとしても、普通のホテルに泊まるよりはかなり節約できるんじゃないかなと思います。
一気にな例えば北海道を一周するとか、九州一周するとか、そういう旅がしやすくなるから、すごい効率よく安く旅ができると思います。はい。そういうところはすごいメリットかなと思います。なので、みんなに車中泊をお勧めしない理由っていうのは、やっぱりそういうマナーの問題があって、人のものを借りて生活している以上、安易に他人にお勧めできないっていうところが一番の理由です。はい。僕たち YouTube で発信はしてるんですけど、発信してる責任として、みんなに車中泊いいですよとか、絶対した方がいいですよ、おすすめですよっていうのはちょっとやっぱ言えないと思ってて、中にはマナー守られへん人とか、知らずにやってしまうこともあると思うんですけど。そう。何の悪気もなくてな、知らずのうちにちょっと違反してしまったりとか、でもそのせいでやっぱり車中泊できる場所が減ったりとか、そういうのはちょっとこっちも悲しいので、お勧めしておりませんでした。はい。僕たちも完璧じゃないし、そういうもしかしたら知らんとこでマナー違反みたいなのを犯してるかもしれないんで、こういうYouTube で発信してる以上、やっぱり無責任に、車中泊おすすめですよっていうのは言えないなと思ってこういう動画を撮りました。はい。それぞれの考え方とかスタイルがあるんで、すべての人に車中泊旅がいいですよって当てはまるわけじゃなくて、お金ある人はほんまに飛行機で目的地まで行って、レンタカー借りて、ホテルに泊まるとか、そういう選択肢もあるし、本当にお金があればそういう旅が理想なんじゃないかなと僕たちは思います。はい。選択肢はいろいろあるのかなと思います。だからもしこれから車中泊を始めたいなとか、日本一周したいなと思っている方がいらっしゃったら、こういうこともあるんだなということを、まず頭の中に入れてから始めてもらえたら、私たちとしては嬉しいです。はい。知ってたら対策できるところっていうのもいっぱいあると思うので、知らずに始めて、車中泊全然楽しくないとか、危ない目とか危険な目にあったりして嫌な思いをする方っていうのが減ったらいいなと思います。なかなかYouTube では見えへん理想しか見えない部分があって、現実っていうのがなかなか見えにくいんですけど、実際はこういうデメリットとかもあるので、そういうのをお伝えしたくて、今回お話しさせていただきました。はい。僕たちは1年間って期限を決めて旅してたんですけど、それはやっぱり公共の施設を借りてる立場っていうのもあったし、実家に住民票を貸していただいてるとか、そういう周りの人の協力があったので、ずっとそういう生活を送るわけにもいかないっていうことで、1年間と決めてやらせていただいてました。はい。なので今後もし始める方とか、日本一周とか旅したい人がいれば、そういう謙虚な気持ちを忘れず、僕たちもそうなんですけど、やっていければなと思います。はい。この動画が参考になれば嬉しいです。はい。最後に一つお知らせです。はい。車中泊でポータブル電源をお探しの方もいらっしゃると思うんですけど、私たちも使っているエコフローさんからお得な冬のキャンペーンが行われます。はい。車中泊の動画でも使わせていただいたんですけど、このエコフローのポータブル電源を私たちは使っています。はい。私たちが使用しているこちらのデルタ2というモデルは容量 1024Wh、定格出力 1500W です。ほとんどの家電を動かすことができ、ドライヤーなども使うことができます。USB ポートも充実していてとても使いやすいです。ホットプレートなども使うことができます。エコフローの公式サイトにて1月17日から1月31日までの間お得なセールが開催されます。期間最大 30% オフ、期間限定ポイント3倍ととてもお得となっております。さらにこの動画をご覧の視聴者様限定で3000円のクーポンもあります。もし興味のある方は概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらをご覧ください。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。